空が青いなはい、おはようございます。今日は3月6日金曜日でございます。はい、今日はねちょっと曇り、はい、ですがなんか午後はまた暖かくなりそうな感じでございます。はい、皆さんね、数の論理ってご存知でしょうか。はい、数の論理というのはですね、とにかく何か、人より秀でたものになるためには、圧倒的数が必要ということでございます。はい、何かと言いますとですね毎日毎日、あることをやり続けるとですね、人より、できるようになると、そういうことでございます。そんなの知ってるよと思われるかもしれませんが、例えばですね、毎日毎日メルカリにね、商品をアップしているとですね、1年もするととんでもない数になってくるわけでございますよ。でそれが3年5年になってくるととんでもない数になってくるわけでございますよ。はい、あとね、おすすめなのはね、毎日毎日読書をすると、情報をインプットすると、はい、これをするとですね、かなり1年も経つとですね、情報量が変わってきます。はい、そうするとね、人間の脳っていうのはね、その昔からこう蓄えてきた情報知識というのがですね、いろんな形で結合してきてですね、新しいアイデアがいっぱい、生まれてきます。はい、ですのでですね、皆さんね、数の論理、別の言い方すると1万時間の法則とか言いますけどね、1万時間、やり続けると、ある程度達人の域に入れると、そういう形でございますんでね、皆さんね、ちょっとその数の論理を意識してみてください。でその数の論理を、毎日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 コツ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 続けることによってですね、その続けた内容がですね、お金に変わることもあるわけでございます。はい、お金に変わらないことを続けていくとお金にはなりませんけども、お金に変わることもあるということですので、皆さんね、ちょっと考えてみてください。ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。はい、皆さん、これはね、数の論理でいうところのね、お金に変わることでしょうか、それともお金に変わらないことでしょうか。一枚一枚は安いでございますが、はい、どうでしょうかね。何年もするとですね、お金持ちになっちゃってるでしょうか、それともお金に一切なってないでしょうか。はい、それでは写真撮っていきたいと思います。こちら、こちら、こうか、こちら、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それじゃあね、こちら、ホンダのね、ホリデー FG201H 管理機ですね。はい、こちらをここの部分のね、バネがねちょっと折れちゃったんで、注文しました。はい、こちらがね、折れちゃったバネで、これね、注文しましたんで、こんな感じね。はい、これを交換していきたいと思います。はい、じゃあねこちらバネを、つけていきたいと思います。はい、じゃあね、バネつけましたよ。見えるかな、映ってっかな。いい感じですね。ということで、またね組み立てていきたいと思います。あれ、こっちか。
はい、それではね、エンジンかけていきますよ。よくしゅっとかかるんでしょうか。チョークオン。にかかんねえじゃねえかよ。はい、エンジンかけていきますよ。あれはい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、また、草刈り機ね、スプリング変えたんですけど治りませんでした。何なんですかね。一応 CRC 入れて、リコイルモーター引くと初爆はするんで燃料系だと思うんですけど、で燃料タンクからのねホースも変えたし、でキャブも一応清掃したし、何なんでしょうか、教えてください。ということで、またねしばらくするとアイデアが浮かぶでしょう。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで午後から、フッツラブハウスセカンド床解体行ってまいりたいと思います。ドローンいたします。ドローンはい、今日も午後からね、はい、フッツラブハウスセカンド、作業小屋やってまいりました。はい、もうね暑くてなりそうな予感ですので、もう見てください。これ脱いじゃいました。全部脱いで、最初から、脱いでやりたいと思います。はい、ということでどうでもいいですよね、ほんとね。はい、見てる人はね、季節なんて関係ないと思いますけど、はい、ということで、今日も、床解体やっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。認定。ということでね、また解体動画ですいません。今日もまたね皆さんのねお役に立てるようなことを言えればいいかなと思っておるわけでございますが、冒頭ねお話ししました数の論理、やはりね、40年も50年もね同じ仕事してれば、誰でもね、できるようになると、いう話ですが、読書がね、私おすすめですと、言ったわけでございますが、読書はですね、今時読書かよみたいな話もあるかもしれませんが、活字をね追ってそれをですね頭の中で想像して、そして理解していくというような作業が必要となってきますんで、読書はね非常に脳の、部位を、映像化するね、部位を使いますんで、おすすめでございます。はい、映像で見るとですね、映像で受けてしまうんで、当然ねだいたいその見た映像通りの記憶にしかならないんですけども、活字からですね映像を思い出すとですね、いわゆる人それぞれ千差万別、自分の経験をもとに映像化していくわけでございますが、これがですね、長期記憶の方に保存されてですね、何年前かに本読んだ内容何だったっけなとかね、あとその時、読んだ本の内容と今見た、YouTube なり、映画なりの映像を
掛け合わせてですね、新しいアイデア、クリエイティブなアイデアが出やすいんでございます。はい、ですのでね、皆さんね、今人生うまくいってない人、ですね、圧倒的なインプット、情報量のインプットが、少ないと思います。ですのでね、いろんな人の伝記、生涯をね描いた伝記とかを読んでいると、大体人間悩むところとかね、なんていうんですかね、人間の悩みですねはね共通してるんですよ。でその共通をどうやって打開してきたかというのが本を読むとですね、非常に明確に分かってきますんで、そうするとね、みんなそうなんだなというふうに思えるようになると、悩みが無駄だということがねだんだん分かってきますんで、とにかく圧倒的な情報量を頭に詰め込むと、そういうようなことをねぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。そうするとね、アイデアがポン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 浮かんできます。いわゆる情報量が少ないとアイデアはなかなか浮かびませんので、ぜひおすすめでございますということで、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、だいぶね、コンパネ外れました。あとこの1枚2枚ですね。はい、入り口のところでね。はい、ということで、次回ね、コンパネ剥がしてこのネダーですね、このネダーを取っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、だいぶ、剥がれてきましたけど、はい、もう一息という感じでね、はい、結構がっちりね、床板ね貼ってありますんで、一本一本釘抜いてね、はい、やっていきたいと思います。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、今日さっきね、いつもの鹿の子さんがねコーヒー持ってね、ねぎらいの、ご挨拶に来ていただきました。ありがとうございます。ああやってね、ねぎらってくれるとこちらもね、仕事のやりがいが出てきますんでね。はい、ということで、もうちょっとね可愛い女の子だったらねもっといいんですけどねなんちっちということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。言ったかな。ありがとうございました。リンゲッツ。